Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんは元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい。皆さんは先週末何をしましたか？私はですね、焼肉キングに行ってきました。日本にある焼肉屋さんのチェーン店です。で、そこはですね、焼肉の食べ放題のコースがあります。単品で頼んでその分お金払ってっていうシステムももちろんあるんですけど、その焼肉キングでは食べ放題のコースが3つあって、で、一番安いコース、真ん中のコース、そして一番高いコースがあるんですけど、そのコースによって食べられるメニューがちょっとずつ変わっていきます。で、今回私は真ん中のコースにしました。なのでこのメニューは食べ放題ですよっていうコースなんですけど、そこでたくさん焼肉を食べました。はい。なんだろうな、そこのチェーン店は高級焼肉店のようにめちゃくちゃ美味しいわけでもないんですけど、普通に美味しいなって思うぐらいのレベルです。で、そこはそんなに高くもないし、ある一定の料金でたくさん食べることができるので、それはそれでいいシステムだなって思っています。で、そこでですね、今回なんか韓国フェアみたいなものをやっていて、韓国料理もその期間限定でありますよっていうのがあったんですよ。なのでそれも食べたくて今回行きました。で、今回はなんかトゥーンバっていう韓国の辛い焼きそばみたいなやつがあります。なんだろうな、ラーメンではないので汁はないんですけど、辛い焼きそばです。はい。で、それを食べたりとか、あとチーズハットクも食べました。はい、でもですね、私はダイエットも今しているので、ダイエットもしたいけど焼肉屋さんにも行きたいっていうので、2つともどっちも叶えたいなって思いまして、でチャット GPT に相談して、どういう順番で食べたら太りにくいのかっていうのをちょっと相談してから焼肉キングに行きました。で、そしたらですね、なんかよく聞いた話ではあるかなとは思うんですけど、まずやっぱり最初に野菜を食べてくださいと。はい。なので、今回はその焼肉キングにキャベツのサラダがあったので、キャベツのサラダと、あと野菜のナムルを食べました。で、あとなんか海苔も消化にいいらしくてはい。で、韓国海苔私大好きなので韓国海苔も食べました。そしてその後は脂質があんまり高くないお肉から食べてくださいっていう感じだったので、タンを食べたりとか、あとは鶏軟骨を食べたりとかして、でその次にちょっとずつそれよりは脂が多い脂質が高いお肉を食べていきました。ハラミとかロースとか食べて、で、最後に一番脂質が高いお肉カルビとかを食べて、その後にやっとものすごく脂質が高い辛い焼きそばとかチーズハットクとかを食べるといいですよっていうことだったので、その順番に沿って食べていきました。そしたらたくさん食べてもそんなに胃もたれもせず、そしてそんなに油も吸収せずに食べれるかなって思ったんですけど、やっぱり私は胃がちょっと弱いので、最後にですね、その辛い焼きそばかチーズハットクかどっちかにすればよかったなって思いました。結構お腹がいっぱいの中、その2つどっちも頑張って食べちゃったらですね、帰り道の車の中でちょっと気持ち悪くなりましてはい。全然吐いたりはしなかったのでよかったんですけど、少し胃もたれというか気持ち悪くなっちゃったので、やっぱ次行く時は順番だけじゃなくて、もちろん量もね、もうちょっと調整しながら食べ放題に行かないといけないなっていうふうに思いましたので気をつけます。はい。皆さんはどうですか？食べ放題とかよく行きますか？食べ放題行ったらやっぱり食べ過ぎちゃうかなと思うんですけど、どうですかねはい、っていうちょっと先週末の話が長くなってしまったんですけど、今日は
実は私一人ではなく、この後お母さんとたくさん話していきたいと思いますので、久しぶりにお母さんとの自然な日本語での会話を皆さんに聞いていただけたらいいなって思っております。じゃあ今回のテーマはででん、日本で褒められたらなんて返すのが一番いいの？ありがとうって言っても大丈夫なの？です。はい。なんかこの間ですね、私の生徒さんとレッスンで話していた時に、なんかその日本では褒められた時にあんまりありがとうって言わない方がいいみたいな、なんかもっと謙遜した方がいいみたいな風に聞いたんですけど、実際の日本の文化ってどうなんですかみたいなね、質問をしてくれた方がいて、なんかそれってめちゃくちゃ面白いし、本当に日本の文化に関することなので、せっかくなんでお母さんと一緒にそのことについて話し合えたらいいかなって思って、こういうテーマにしました。はい、それでは早速聞いてみてください。みずきです。チャンネル登録お願いします。やっほー。やっほー。聞こえる？うん、聞こえるよ。元気？うん、元気だね。うん、元気。何その微妙な感じ。えまあ、ちょっとね、ほら、いろいろ、検査したりはあったんだけど、まあ、今はでも、まあ、落ち着いて、普通に元気。うんうんうん。ああ、そうだね。なんかうん病院とうん、か行ってたもんね。そうだね。うん。うん。うんうんうん。じゃあ、元気出して。はい。元気にしうて。ん。はい。うん。はい。じゃあ、うん。今日うん。もそう話したいテーうん。マがあって、うん。なんかこの間私の日本語レッスンの生徒さんうん。と一緒に話してた時に質うん。問してくれたんだけど、なんかうん。日本では褒めらうん。れた時にうん。ありがとうって言わない方がいいのみたいな感じでうん。聞かれて、うん。うああ、なるほどと思っん。て、なんかさ、何？ちょっうん。と謙遜した方がいいみうん。たいな文う化が、ん。まあ最近は減ったかもしれないけど、う昔とかん。強かったじゃん、うん。う日ん。本でね。だかそうら、ね。そういうその日本の謙遜文化、いやいやそんなことなうん。いですよっていう話をなんかどこかうで聞いん。たのかなって思うんだけど、なるほど。その方が言ってたのは、うん。うなんん。か日本に行って日本う語をん。話してた時に、なんか日本うん。語上手ですねって褒められうん。て、で、そのうん。時は何も知らなかったうん。から、ありがとうございまうん。すって言っちゃったんだけど、うん。その後なうん。んか、いや、そんなことないですとか、まだまだですとか、そういうのを言った方がいいっていう話を後でなんか聞うん。いて、自分あはありがとうっあ。て言っちゃって、なんかうん。恥ずかしかったかなっていう話を聞いたから、あなんかあ、なるほど日本っね。ぽいなってうん。思って、そのああ。時うん。はもちろん私うん。の意見とか、そういうう最近ん。はどうなのとかを話したんだうけど、ん。まずちょっうん。と私の意見を言う前に、まみちゃんのうん。意見とか経験とかを聞けたああ、らいいなと思って。なるほど。深いテーマですね。まあ、そうね。なるほど。あそう。でも、あ、日本語勉強ああ、わかしてるね。って、う日本に行くんうん人は気になるかなと思うって。ん。うん。なるほどね。そうだね。なんか、だから、うん、うん、確かになんか、こう、そう、謙遜文化みたいなのがどうしてもあって、まあ、あうん、とはほら、尊敬語っていう日本語の文法みたいなのを勉強するぐらいだから、なんかうん、その、相手のことは敬う、尊敬する。で、うん、自分のことは謙遜、へりくだるみたいなのが、なんかこう、美しいじゃないけど、素晴らうん、しいみたいな、なんかそういう多分文化がこうずっと昔から
来てて、で、なんかうん、私たちもほら、国語の授業でそういうの学んだりするから、特うん、になんかそういうね、文化が多いのかなって、英語とかの方が、多分、ほら、ちょっとこう、please つけたり、can you を could you って言ってみたりとか、そのぐらいの差はあっても、あんまうん、りすごくね、詳しく、こう、言葉がガラッと変わるみたいなこともないし、とか、うん。まあそういうのはあって、直接的なのかなって、ちょっと話が長くなっちゃうね。あるんだけど、そうだね。まあ、そうね。多分、そうそう。で、英語でもうん、話し言葉と書き言葉でうん、は違うとうん、変わると思うけど、うあんまりん、その日本語ほど敬語っていう敬語はだよね。うないかん、ら、そんなにうん、関係性でもっとなんかうん。丁寧な言葉を使わなきゃっていうのはあんまりないかもしれないね。そうだね。だから、ただだから、やっぱそうは言っても、せっかくそのさっきの生徒さんとかが、そのうん、褒められたわけじゃない。で、うん、その時に、ありがとうございますは、全然、なんか、素敵だと思うし、うん、そう、私は全然、私もそうする。なんか褒うん、められた時に、なんか、ね、そう自分がこう頑張ってやってきたこととかが褒められたら、とりあえずありがとうってうん、嬉しいってありがとうって言ううん、かなとは思うけど、うん、なんか、なんだろう。それをなんか面白く思わない人たちも、どうしうん、てもこう、いるのも事実で、だからこう、なんだろう。でも、ありがとうございますとかならまだほら、なんかそんなにおかしくないなとは思うけど、うん、なんか、そうなの、私すごいのみたいななっちゃうと、こう、ちょっとなんていうの、こなんか自慢してるみたいに取られちゃうのかなみたいな。だかうん、らありがとうの言い方とかもすごくあったりとか、うん、こう、難しいね。なんて説明したらいいんだろう。じゃあ私の経験だと、だからうん、前、水木にもちょっと話したけど、うん、あの、同じ、子供のお母さん同士がこう集まってる時に、うん、なんか、なんか何かを褒められたの、やっぱり、こう、なんか洋服だったか、バッグだったかわかんないけど、私がこう身につけているのを、なんかそれ素敵ね、みたいに言われたの。で、うん、その時に、ありがとうって言ったら、うん。なんか褒めると調子に乗っちゃうタイプなのね、みたいなことを、こう、ふわっと言われた。で、なるほど。その時思って、どうしようって思ったんだけど、うん、なんか、その時、だから、多分だけど、その方は、その褒めてくれた人は、うん、そんなことないよ。あなたの方がもっと素敵って言ってほしかったみたいで、うん。でもそれって日本人だけなのかちょっとわからないけど、なんか、まあ、人によるとは思うけうど、ん、うん、なんか、もうちょっうん、と謙遜しうん、たらどうなのっていう、そんってなことないいう、よって言った方がいいんじゃそないのって思ってう、るタそイプだったのかな。そう。だからそこはやっぱ信頼関係とかうん、にもよるかもしれないね。だっうて、ん。私と例えば水木とかだったら、その服かわいいねって言った時に、そんなことないよとか絶対言わないじゃない。言わないね。おかしいじゃないなんか。うん、そう。だから、人のその距離感とかもあるうん、のかもしれないかな。うん。うん。うでもなんん。か、私はうん。別になんかうん。調子乗ってるとか、なんでそんなうん。ありがとうばっか言ってとか、そういうふううん。になんか言われたこうん。とはなかったけど、なんかそういえばって思い出したのは、学生のうん。時、普通にうん。うん。一緒にいた友達とかで、なんかそれこうん。そ、なんかその服うん。かわいいねとか言ったうん。ら、なんうん。か帰ってきたのが、まあ、ありがとうって言ってる人もいたけど、なんか、うん。そう、でもこれ安かったよとか、ああ、なんか、ちょっうと否ん、定するじゃないけど、まあ、そうんなことないん、よを違う言葉で言ったりとうん、か、うん、うん。あ、そう、っそうだね。うん、うん。ていう、あ素直にありがとうって終わらない人も結構いたかなっていう感じ。そうだね。今ちょっとそう聞いてて思ったんだけど、だうん、からもしかしたら、
その褒められた時に、うん、ありがとうとかで全然いいと思うんだけど、そのうん、後に、褒め返すうん、のがもしかしたらあれば気持ちよく、こう、できるのかな、相手の人も。うってちょっと思ん、った。だから褒めっうん。ぱなし、褒められっぱなしがちょっと、だからこう、ダメなのかな。めんどく今ちょっとさいけどね、聞いてて思いました。それ考めんどえるの。くさいけどね。そうそうそう。もしさ、その、服だったうん。らいいけどさ、あそのなんか、あ、すごい変なファッションとかじゃなかったら、なんか、うん、褒めてくれたら、でも、あなたのうん、も可愛いねとか、綺麗だねとかうん。言っあ、そて、うそいい感う。うじでん、終わるかもしれないけうん、ど、そうの、ん、同じものがないトピックのうん、時、うん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 。なんか、そうだね。例えば、そう、うん、うん、テストでいい点数だったとか、まあ、この前こういういいことがあったとか、うん、そうだで、ね。うん、うん、うん、え、よかったねって言われうて、ん、その、なんうん、うん、だろう、逆に褒めることがすぐに思いつかうん。なかった時に難しいかあな。あ、そうだようね。ん、だから同じ内容じゃなくてもいいのかもね。だから、う一個ん、褒められたら、うん、一個相手も褒めるとか、そういううん、こう、なんか、そういうやりとりがもしかしたら、まあ、うん、思いやりっていうか、相手のこうん、ともね、そう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 、褒めてくれうん、た気持ちをありがたく受け取って、うん、で、あ、そういえばあなたはここなんかいいねとか、なんか全然違うことでもいいから、うん、なんか褒めてあげるっていうのはうん、大事かな。ね、もしかしたら自分にも今すごく反省してるけど、そう、褒められたら、ありがとうって言って、なんか終わってることが結構あるけど、いやー、別にいいと思うけどね。うそん。れで、なんか、もし自分そうだよね。も素直に、うん。そのだし、相手のうん。褒めたいことがすぐう出てきん。たら、それを言ってあげたらいいと思うし、うん。うん。そうじゃなかったら、そうだね。まあ言わなくうてもん。いいと思うけど、そう、うこのん。前もう一個例があって、うん。ダンス行ってるじゃん。うん。で、その時のダンスレッスンで、じゃあなんかうん。フリースタイルで自由に即興うん。で踊りましょうみたいなやつで、うん。ペアうん。になって、ちょっうん。と踊って、で、順番にうん。踊ってみたいなセッションをやったんだけど、うん。そのうん。時になんか話したことなかった人とペアになって、うん。で、それが終わった後に、多分中学生ぐらいの女の子だったと思うんだけど、その子がうん。褒めてくれうん。たのね、めちゃくちゃ。うなんか、ん。すごい、ダンスかっこよくて、すごかっうん。たです、みたいな。うん。と真似してうん。頑張りたいですうん。って言ってうくれて、ん。で、嬉しそのいよね。う時、ん。とっうん。さに、本当に、なんか日本人だなって思っちゃったんだけど、そのう時に、ん。ありがとうじゃなくて、そんなことないよ。全然なんうか、ん。ダンスバトルとかもそんな出たことないし、そんなに全然上手じゃないし、そんなことないよってなんか言って終わっちゃっああ、て、うん、でも、うん、その時のその子のうん。反応がちょっと悲しそうだったというか、ああ、そうそうね。うん、だかうん、ら、なんうん、か、私もさ、その、日本語レッスンしてても、日本語上手ですねって言って、なんか、いや、全然下手ですって言われたら、うそんなことん、ないのになーって思ったりうするかん、ら、そうの、私ん、が最近思ったのが、うん、褒めてくれたらありがとうって、うん、まず言った方が、なんか、相手うもん。気持そうだよね。ちがいいのか褒めたなって、人にとっても気持ちがいいよね。うん、あそう、りなんか、がとうとか、ああ、嬉しいとか、うね。そういうん、なんかこう、うん、そういう気持ち、うん、褒めてくれてありがとうとかっていう意味のね、言葉は、やっぱね、気持ちいいかなとは、うん、思う。そうそう、うん、なんか、うん、まあ人によるとはうん、思うんだけど、なんかせっかうくん、褒めて、で、それを、ういや、ん、そんなことない、下手だって言っちゃうと、その褒めうてくれん、たのを、なんか否定してるうん。感じになっちゃうああ、そう、から、確ありがとうかに。って言った方が、まうずその気持ちん、をちゃんと受け取ってるうん、感じがして、いういかなってん、思って、で、最近思った、うん、なんか、いい返しうが、ん、うありん。がとう。でも、まだまだだからもっと頑張りまあすってあ、言ったら、なんうん。かめっちゃいいのかなと思って。あ、そうだね。一旦
相手の気持ちは受け取って、で、その後に、でも自分はまだまだだから、もっと頑張る。そう、なんか私もテニスとかでそういう感じかも。うんうんうん。ちょっといいねとかって言われたときに、ありがとうございますとか言って、でもなんかここがまだうまくいかないんですよねとかっていう自己反省をくっつけて喋る。うん。じゃないとやっぱありがとうございますとか言って、そのままだとやっぱちょっと感じ悪く、ちょっとやっぱそうだね、自分の中でその雰囲気を察知しちゃうのかもしれない。うん。そう、なんかスキルアップ系のこうとだっん。たら、なんうかありがとうん。って言った後に、なんか向上うん。心を見せるようなことを言ったら、そうだね、確かに。うんなんうんうん。か、そうだね。うそう、ん。謙遜まではいかないけど、なんかいい感じでそうだね。終わるかうん、うん、なって。うん、確かに。うん、それはいいね。そう、うん。ファッションとかだと難しいけうん。ど、そうだね、ファッションとかだと、うん、まあ、ありがとうって言って、相手のこともなんかどこかちょっと、うん、うん、いいねって言ってあげうん、ると、嬉しいと思ってもらえるかな。ううん、ん、うん、そうだね。うん、でも、まみちゃんうがさっき言っん、てくれたように、本当に関うん、係性もあると思うかうん、ら、ね、まみちゃうん、んに褒めてもらっうん、たら、うそうなの、ん、この服めっちゃいいでしょって言って、なんか値段もちょうど良かったし、デザインも気に入っうん、て最高だうったからん、ね、買ったうのって ん、うん、普通に言うそう。かもしれない。そうでしょ。そう、だからね、そういうなんか関係性はあるかなとは思うよね。うんうん、うんうん。うんうそうだね。んうん。まあ、それはあると思うけど、もうし観ん光客として行って、知らないう人とん話してってなったら、なんかちょうどいいバランうん。スを取ると、そうだ波ね。風立うたず ん。終わるかな。そうだね。うんうん、うんうん。ね。うん、うん、なんか、ね、他の国だとどういう感じなのかなとか逆にね、知りたいなとは思うけれど。うん。そうだね。褒められた時うんに何かう考えるんのか、何もう考えなくていいんのか、ちょっと気になるね。うんそうだね。ううん。ん、こんな感じで今日はちょっと深いテーマを選んでみました。ね、そうだね。ううん。ん、なんか、人の心理というか、心とか、そういう感じうん、のテーマは面白いね。うん。そうそう、なんか日本のうん。文化っぽいけど、でうも日本人ん。も悩むことうがよん。くあるテーマかなと思って。そうだね。確かに。うん、うん。長く生きてきてもそうね。そういうのはやっぱり難しいよね。なかなうん、かね。うん。そうね。はい。うん。じゃあ今日ははい。こんな感じで終わろうと思いますうん。けど、まうん。た次のテーマをはい。思いついたら言うから協力お願いしうん。ます。はい。はい。じゃあ今日もありがとう。またねー。はい。うん。またねはい。バイバイ。はい。いかがだったでしょうか。という感じでですね、今日は日本で褒められた時どう反応するのがいいのかっていうのをお母さんと一緒に話し合ってみました。皆さんの国ではどうですか？なんか褒められたらどう返すとか、なんて言うとか考えたことありますか？もし何かそういう文化の違いとか、あとこの動画を見て思ったこと、感じたこととかあったら、ぜひコメントで教えてください。はい、それでは今日はここまでにしようかなと思います。今日もチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。チャンネル登録者2000人目指してますので、ご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、日本語のオンラインレッスンはiTalkiとプレプリでやってますので、日本語を一緒に勉強したいよっていう方はぜひ来てください。はい、それでは皆さん改めて今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またね See you later! バイバイ